ちゃん、いい加減にしてください。何度言ったらわかるんですの？自分の食べる分だけならまだしも、私たちが食べる分にまでずんだを塗らないでください。何を言ってるんですか、いとこ姉様。このお料理は最初からこうでしたよ。お惣菜屋さんで買ってきたおかずにずんだが塗ってあるわけないじゃありませんか。今日という今日は本当に許しませんの。まあまあ、いつものことですし、それにもうこの味にも慣れてきたじゃないですか。今更気にすることでは。味はどうでもいいんですの。あれのせいで体重が増えてるんですの。しかもどんなに気をつけていても不思議なことに口に入れた時にはなぜかずんだが塗られてるんですの。あれは一体どういうことなんですの。私くらいのずんだの使い手になると、念じるだけで無からずんだを発生させられるんですよ。もう魔法か何かですの。すんちゃんの魂引っこ抜いてしばらくアリさんに入れて反省してもらいますの。女王になってそう征服してあげますよ。そんなにムキにならなくてもいいじゃないですか。いとこ姉様も全然太ってないですし、それにたかがずんだじゃないですか。あなた今たかがずんだって言いましたね。いえ、そんなつもりでは。だいたいキリちゃんもキリちゃんですの。お料理をこんなにされて何も言わないなんてどうかしてますの。それに私がいない時は、すんちゃんの暴走を止めてくれなくちゃ困りますの。でももだってもありませんの。あまりずんだを舐めているとしまいといえど容赦はしませんよ。もう二人なんて知りません。キリちゃん。いとこ姉様のアンポンタン、ずん姉様のイカレずんだ狂人。あれキリタン。葵さんとつくよみさん、こんなところに一人でどうしたの？実は、そんなことがあったんだ。はい、それでちょっと家出中なんです。でもひどい話だよね。キリタンは何も悪くないのに責め立てるなんて。つくよみちゃんもそう思うよね。どう考えても100ゼロでうんこが悪いな。3人ともどうしたんですか？ゆかり先生こそこんなところにどうしたんですか？お買い物帰りです。今日は土曜日ですからね。ゆかり先生は休みの日は友達と出かけたりしないのか？もちろんお友達と出かけることもありますけど、今日はたまたま予定がなかっただけですよ。それで、皆さんどうされたんですか？これからどこかにお出かけですか？なるほど、家出ですか？はい、きっと2人とも私のことなんてどうでもいいんです。先生、どうやったら早く大人になれますか？私早く自立してお家を出たいです。そうですね。早く大人になる方法は先生にもちょっとわからないです。ですが、先生も実は一度家出をしたことがあるんですよ。ゆかり先生が家出ですか？はい。先生が高校生くらいの頃の話ですが。ゆかり先生も家出なんてするんだ。そうですよ。先生は実は昔はお母さんとお父さんを困らせる悪い子だったんですよ。というのは冗談ですが、本当は両親と喧嘩して家出したんです。喧嘩？はい。私の友人が海外に留学することになって、私も同じ学校に行きたいとわがままを言ったんです。友人ですか？はい。とても大切な友人です。父にそのことを話したら、絶対に海外の学校になんて行かせない、と強く反対されてしまいまして。私はその時初めて両親に反抗して、ひどい悪口まで言ってしまいました。なんて言ったんだ。お父さんのバカ、アホ、ハゲ。そこまでひどい悪口じゃないな。いえ、お父さんはハゲていました。ひどい悪口だな。それで私は家を飛び出したんです。あそこまで強く言われたのは実は初めてだったので、お父さんはきっと私のことが嫌いになったのだと、その時は本気で思っていました。そして、私は近所の山に行ったんです。山？はい、山といってもまあ、少し小高い丘くらいの場所なのですが、そこは私と友人との思い出の場所だったんです。思い出の場所？で、そのお話はちょっと長くなってしまうので割愛しますが、私聞きたいです。先生の思い出話。私も聞きたい。つくよみちゃんも聞きたいよね。それなりには。そうですか？じゃあお話ししますね。あれは、私が高校1年生だった頃のことです。当時、私はこの町に越してきたばかりで友人もおらず、学校が終わった後は先ほど話した山にある小さな神社の近くでいつも本を読んでいました。ある日、いつものように私が一人で読書をしていると、あれ？先客かな？腰まで伸ばした金色の髪で春の日差しを踊らせる彼女の姿は、直前まで活字を追っていた私の目にはあまりにも眩しくて、まるで彼女そのものが太陽なのではないかと錯覚してしまうほどに輝いて見えました。私と彼女は同い年ということもあり、すぐに打ち解けました。友人がいたことがなかった私には、彼女と過ごす日々が本当に楽しくて、あの時のことは今でもよく覚えています。それがご友人との出会いだったんですね。ええ、
東北家のお二人や高橋さんと出会ったのもちょうどその頃だったんですよ。3人ともまだ小さかったですけどね。そうだったんだ。ところで友達がいたことなかったって言ってましたけど。いえ、引っ越しが多かったもので。そうだったんですね。でもある日、うちで飼っていた愛犬が亡くなってしまったことがあったんです。そのことは、小さい頃からずっと一緒で、家族も同然だったので、私はとても落ち込みました。そんなことがあったんですね。愛犬は何という名前だったんですか？お父さんです。何故？確か頭の毛色だけ違ったので、小さい頃の私がお父さんと名付けたと母から聞きました。お父さん若い頃から苦労してたんだな。散歩に行った時は、よく誤解されたものです。お嬢ちゃん一人でワンちゃんの散歩会。偉いね。おや、その袋は何かな？お父さんのうんち。人間の方のお父さんが不憫でならない。私は喪失感で勉強に全く手がつかず、しばらくはぼーっと過ごしていました。そして、ある晩のことです。突然、彼女が家に来ました。いいもの見せてあげるよ。そう言うと、彼女は私をあの山まで連れて行きました。いつものその山は夜になると不安になるほど暗く、私は彼女に置いていかれないよう必死でついていったことを覚えています。何してるの？ゆかりんも一緒に横になってごらん。どうして？いいからいいから。周りには街灯も一切ないからでしょう。それは、本当に目のくらむような満天の星でした。綺麗。でしょ？ここはこの辺りで一番星が綺麗に見える場所なんだよ。ゆかりんのお父さんは、きっとあそこにいるよ。私も小学生の頃に、大切な家族を失ったことがあるんだ。私が小さい頃に、その人が教えてくれたんだ。大切な人は死ぬと、お星様になるんだよって。今聞くと子供騙しみたいに聞こえるけど、私は案外、的を得ているような気がするんだよね。あの人がいなくなった後も、意識すればすぐ近くにいるような気がするんだ。星も一緒でさ、普段は見えないけど、こうして意識して見上げれば、いつもそこにある。だけど、どっちも触ることはできないんだ。意識すれば、いつもそこに。お父さん、あそこにいるのかな？うん。きっとお父さんは、ゆかりんのこと見守ってくれてるよ。お父さん。いい話だけど名前のせいであまり話に入り込めない。私はあの時と同じように星空を眺めながら、その時のことを思い出していました。意識すれば、いつでも。ゆかりん。ゆかりん。ゆかりん、こんなところで寝たら風邪ひくよ。私はいつの間にか眠ってしまっていたようでした。家に帰ると、玄関で両親が待っていました。たくさんの人に迷惑をかけましたし、正直殴られるくらいの覚悟はしていました。でも、父は何も言わずに、私のことを抱きしめてくれたんです。私は、その時初めて親心というものが分かりました。父は本気で心配だったからこそ強く言ってしまっただけで、私のことを否定なんてしていなかったんです。お父さん、ハゲなんて言って、ごめんなさい。お話がだいぶそれてしまったんですけど、キリタンさんのお姉様方は、キリタンさんのことをどうでもいいなんて思っていないと思いますよ。喧嘩をしてすぐの時は、相手の悪い部分ばかり見えてしまうものです。でも、お二人は普段はとても優しくて、いつもキリタンさんのことを思ってくれているはずです。だからといってキリタンさんがお二人を許してあげなさいとか、そういうお話ではないですよ。今回は悪い部分がたくさん見えちゃいましたけど、お二人にはいいところもたくさんあります。だから、悪いところだけ見て考えないでほしいなって、先生が思っているだけのお話です。先生のお話は一つの意見として参考程度に考えていただけると嬉しいです。キリタンさん、お二人のことは好きですか？いたこ姉様は、ダイエット中はいつもピリピリしてて、私によく当たってきます。だから私は、ダイエット中のいたこ姉様は嫌いです。そうですか。ずんだ餅は嫌いじゃないですが、食べたくない時に食べさせられるのは嫌です。だから、ずんだ餅で我を忘れたずん姉様は、私は嫌いです。そうですか。でも、いたこ姉様はちょっとした質問にも、私にわかる言葉で丁寧に答えてくれますし、いつも私のことを気にかけてくれます。
ズン姉様は、その、ずんだ餅を作るのがとっても上手ですし、とっても優しいです。ずんこのいいところが弱すぎる。だから、私は、二人のことが、とっても大好きです。そうですか。バイキリタン。先生もさようなら。はい。お二人とも遅くならないようにしてくださいね。ゆかり先生、今日はいろいろとありがとうございました。いえいえ、キリタンさんは私の大切な生徒さんです。相談の一つや二つ、お安いご用ですよ。ゆかり先生、それじゃあ、私もそろそろ帰りますかね。ゆかり先生、これはそう、あれです。私の友達から相談を受けていて、その参考になるかと思って買ったんです。そうだったんですか。てっきり私、実は本当はお友達なんていなかったのかと。そんなわけないじゃないですか。すみません。今ちょうど友人から連絡が来て、用事ができちゃいました。それじゃあ私は帰りますね。キリタンさんも気をつけて帰ってくださいね。それではまた。はい、さようなら。そうですよ。いとこ姉様もずん姉様も、たまたま虫の居所が悪かっただけで、普段はとっても優しいんです。これからは私もちゃんと自分の意見を言うようにして、それで喧嘩になっても、また仲直りすればいいんです。そうですよ。なんと言ったって二人は、私にとって、最高のお姉様なんですから。今日卒業式だったんだよ。みんな待ってるよ。今日くらい顔を見せてよ。キリタン、そこにいるんでしょ。ねえキリタン、4人がいなくなってからもうずいぶん経つよね。お姉ちゃん、みんなを連れてすぐに帰ってくるって言ってたのに、ちっとも帰ってきやしないんだから。帰ってきたらさすがの私でもちょっと怒っちゃうと思うんだ。お姉ちゃんの嘘つきって。そしたらお姉ちゃん、いつものニコニコしたあの顔でこう言うんだよ。ごめんごめんって。それで仲直りするの。そしたらまた一緒に遊んだり、笑ったり、たまに喧嘩したり。みんな絶対に帰ってくるよ。お姉ちゃんは約束を破ったことないもん。すぐに帰ってきてないじゃないですか。そうだね。確かにちょっと時間がかかりすぎだけど、でも、お姉ちゃんはみんなを連れて必ず帰ってくるよ。何年待っても、何の音沙汰もないじゃないですか。きっとみんな今頃もう、絶対みんな帰ってくる。私は信じてる。どうして、そんなに前向きでいられるんですか？どう考えても帰ってこない確率の方が高いじゃないですか。そんなの、バカでもわかることですよ。それなのにどうしてそんなに信じることができるんですか？バカですよ。葵さんはバカです。バカでもいいよ。そう思えるくらい私はお姉ちゃんを信じてるし、私はお姉ちゃんのことが大好きだから。久しぶりにキリタンの声が聞けてよかった。私はキリタンのことずっと待ってるし、キリタンのことも大好きだよ。じゃあ、みんなが待ってるからもう行くね。何ですか最後のは。まるで告白みたいじゃないですか。みんなが今でも生きてて、必ず帰ってくるなんて、そんなことあるわけないじゃないですか。葵さんはバカです。私を置いていつまでも帰ってこないずん姉様もタコ姉様もバカです。みんなバカです。バカばっかりです。今の私の姿を見たら、二人はどう思うのでしょうか。バカは私です。あんなに私のことを思ってくれていた二人を信じられないなんて。私も二人を信じたいです。二人はきっとまだ。葵さん、待ってください。私も行きます。バカなんて言ってごめんなさい。お願いです。一人にしないで。葵さん、キリタン、早く一緒に行こう。みんな待ってるよ。はい。お待たせしました。